はい、皆さん、こんにちは、マイニーです。本日の動画は、セリアさんに売っていた、このアイテム、ネイル用シリコンブラシ4つと、これはネイル用じゃなくてメイク用品なんですけど、メイク用品のスティックパフっていうものを発見しましたので、これをこれがどんな感じなのかをちょっと見ていきながら、ちょっと試しながらやっていきたいと思っております。ぜひ最後まで見てもらえると嬉しいです。それじゃあ、サクサクっといきましょう。どうぞ。はい。じゃあちょっとね、1個ずつ、ちょっと大きいんで袋から出していきたいと思います。ポンポンなじませるスティックパフ、キノコ型。これはメイクコーナーにあった、一応メイク用の道具ですね。次がシリコンのこういうスティック。私がいつも使ってるシリコンは、こういうやつ。もうこの形一択なんです。一択っていうか、まあこれしか持ってないんだけど。なんかシールをグッと貼り付けたりとか、オーロラのナゲットじゃないけど、なんかフィルムみたいな薄いやつをこれでくっつけたりとかしてます。私はね。じゃあちょっと一個ずついきましょう。この黄色の持ち手、なんか持ち手も色が違うね。感じで。形によって色が違うのかな。じゃあまずは一つ目、ネイル用シリコンブラシ立体ネイル造形作業にも。あ、そうそう。粘土ジェルとかにも使えるんですよね。きっとこれは。シールの貼り付けやパウダーのこすり付けに。パウダーね。で、ラウンド型イラストはイメージです。ジャンコードはこれ。はい。使用後はアセトン入りのリムーバーで拭き取り十分乾燥させてください。はい。よし。私が持ってるのよりも固めかな？ちょい固め。でもなんかこれぐらいだったら、なんかでもちょっとザラザラしてるね。ツルツルじゃないんだ。まあでも問題なさそう。で、こっちとこっち同じ形。だから両端は同じ形なんですね。はい。ラウンド型。で、次が、形違いのアングル型だって。これが、こう。こうですね。なんかでも、万年筆みたい。万年筆みたいな形ね。でもなんか良さそうだね。で結構柔らかくて。ここが薄いからね。で、次が、これは立体ネイル造形作業に元は書いておりません。フレンチネイルや爪裏のお掃除に。爪裏のお掃除にいいね。スプーン型です。なんか、これと、これの片側こうピッてなってる形かと思いきや、ちょっとこうカーブしてるスプーン型です。ジャンコードはこちら。お手入れ方法は一緒ですね。はい。こういう形。待って、フレンチネイルやってどういうこと？カーブしてるからってことかな。カーブ爪に合わせて、こうやってフレンチネイルのこのラインをこうやって取るってこと？難しくない？どう？わかんないけど、ちょっとやらないとわかんないね、これは。はい。とか、爪のお掃除。こういうこと？こういうことちょっとよくわからんけど。爪裏のお掃除。でもこういうことかな。ここもちょっとこうなってんだね。ここ。で、最後が、これ、ドットマーブルラインを描く。ポイント型です。ジャンコードはこちらです。はい。これはなんかよく見るな。鉛筆みたいな形のやつね。これでなんか粘土ジェルをこう操作してるっていう動画とか、なんかそういうのは見たことあります。これいいね。これが一番いろんなのに意外と使える。でも、フレンチライン取るの難しいか。なんかでも、その修正、ちょっとした線の修正とかこうやってピッてやれそうだなっていう感じはします。どうする？なんかちょっと試しにやってみる？これはまあ、別の動画で使うとして、じゃあちょっとこう、粘土ジェルとかをやったり、ちょっと足の爪にカラーをのせて、なんかグラデーションとかドットとかやってみたりしようかな。まずは、粘土ジェル。このね、トイズさんのやつ使おうっと。パープルグリーンでいくか。このスイカの皮みたいなグリーン。ちょっとやだ。こういうのも、こうやっていけばいいんでしょ。全然関係ない話なんですけど、このシリコンスティックとは。粘土ジェルってさ、例えばこうやって今みたいに蓋の隙間に入り込んじゃったとしても、普通のカラージェルだと取るの大変だけど、これはいいですよね。こうやってやれば取れるっていうのが。この上で、取るときは、こういうので取るか。はい。よし。じゃあ、この何型？アングル型という初の形で、私の中では。本当はね、クッキングシートの上が一番いいよ。例えばだけど、
あ、でもこうやってコロコロするにはスパチュラとかの方がいいかもしれない。スパチュラもしくはこれ。あ、これだな。これラウンド。コロコロするにはラウンド。ちょっと潰してみたりしたらくっついちゃうから私が下手くそだなこれ多分。はい、失礼。くっついちゃう場合はエタノールとかこっち側にね潰す。はいはい、潰したり、ちょっとこう端っこをこうしたりで、こっちのアングル型というものでこうちゃんと形を整えたり。わあ、かわいい。でこうやって潰してみたりとかってことね。面白。もう一丁潰してみたり。はい。とまあこういうことですね。やりやすいかも。これでもいいってことですよね。要するにこれの方がよりこう細かくこういう絶妙なフリルみたいなのが作れるんじゃない？この先が鉛筆みたいに細いから。わあ、これいいよ。楽しい。ちょっと粘土ジェル得意な方、他にもこういうのできるよってあれば教えてください。はい。とにかく細かい作業はやりやすいということが分かりました。ありがとうございます。さっきはアングル型、ラウンド型、ポイント型を今使いました。じゃあ今度ポイント型でドット。だからドット棒の使い方ってことだよね。あ、ちょっと待って、これドット棒よりいいのでは？めっちゃやりやすい。ドット棒って硬いんですよ、この先端が。大きさが大小あるんですけど、私が持ってるやつこれが大、こっちが小なんですけど、これもすごく使いやすいんですが、硬いがゆえにこうギュッて置くと滑ったりするんですよね、爪の上で。で、あってなったりする時がある。でもこのシリコンだからなんだろう、あんま滑らなくって、しかもちょっとグニュって曲がってくれるから安定しやすいなのでなんかサイズもちょっとこうやってちょっと大きくするのもありだね。でもちょっと大きくすると綺麗な丸が難しいか。いやでもいい、滑らないから。宅配が来て取っちゃったでもとにかく結構やりやすいかも。これいいね。であとはこれでマーブル、ちょっとこれさっきよりも薄いシアじゃないけど薄めの白なんだけど、ちょっと今実際にやるマーブルってこんなじゃないと思うんだけど、こういうことでしょ。こういうこと。これでこういう感じ。ベースがもうマットだからうまくマーブルにならんけど、でこういうことですよね。こういうことだと思う。これはちょっと参考ならん。ごめん。ラインを描くはなかなかハードルが高いのでは。どうなんだろう。これアート用のさっきの白ね。ラインを描く。短いラインなら描ける。こうやって。でもあんまり圧かけるとこうやってこうなっちゃうから、こうなんていうの、割れちゃうっていうか、こうなる。あえてこれでいくならいい。ニュアンスアートとかでこうやって意外といいかもしれないね。こういう線をわざと描くみたいなのでいくならありだね。これはこれでありだ。ニュアンスっぽく。あとはフレンチネイルや。これでどうやってフレンチするの？このスプーン型。フレンチはしないんだけど、適当にちょっとこう適当にラインを取っといて、フレンチのラインをきれいに取るならわかる。私の爪がマットだから色がきれいに取れないが、でも難しいな。これじゃなくてやっぱライン取りはこれがいいなこの修正とか、ちょっとずつの修正とか、これがいい気がするんだけど私。でも違うか。意外と修正はこの先が硬いシリコンの方が、さっきのポイント型は先が柔らかいのでふにゃふにゃしちゃう。いやでも難しいぞ。難しいです。修正だったらどれだろうね。これか、これでもいいかもね。
これはね、これ意外といいかも。これはアングル型ってやつ。でも取れすぎちゃう、難しいね。難しいね。筆の方が私やりやすいわって言い訳してるわ。最後がこのアングル型でグラデーションってあったんだけど、ちょっとさっきよりも柔らかめの発色もちょっと薄めの白グラするときは私これですね。立花白の 4MS。 どうやって？でもさ、どうやって？こういうこと？難しいよ。これちょっと誰か教えてください。ちょっとご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。どうやってグラデーションするんですか？できない。マーブルのぼかしってでも難しくない？こうやって置いてこれでどうやってぼかすの？クリアジェルとかをつけてこうやってやっていくってこと？こういうこと？でも案外いいのかも。なるほどね。グラデーションだからカラーのグラデーションじゃなくって今マーブルのぼかしやってるんだけど、ラメのグラデーションとかでもいけるのか。これラメをちょいちょいちょいって動かすとかだったらこれでいいんじゃん。でもできるね。なるほど、こういうことか。グラデーションはカラーじゃなくてラメで私だったらやるのがいいのかなって思いました。どうですか皆さん？ちょっとまだ私もちょっと初めての形もあったので戸惑いましたが、いい感じにいろんなものに使えるんじゃないかなっていう感じはしましたね。使い慣れないとちょっとうまく操作できないのかもしれないけど、いいね。持っている方いらっしゃいますか？アドバイスあったらください。はい、ちょっと今後動画でもちょこちょこ使わせていただこうかなと思います。これとかね、特に。はい、ということでこんな感じで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。それじゃあバイバーイ。